はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの白黒ミッドを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末のスタンダードチャレンジにおいて、MO の強豪、モグドさんが8勝1敗で見事優勝を果たしたリストですね。見てもらったらわかる通り、コウモリ型のエスパーから青を抜いて、スッキリとさせたリストですね。ラフになった枠に映画上の修繕が入っているのですが、この形にすることでコウモリを使い回すことができ、よりいやらしい動きができるようになっています。また、スクーナー戦やエンチャントが多い環境ということで、船も除去ることができる邪悪を打ち砕くがメインから2枚採用されていて、さらにサイドにも追加の1枚が取られているのが特徴的ですね。エスパーがトップメタの環境ということで、ラフィーに強いシールドレッドも3枚採用されており、全体的に現在のメタをしっかりとメタったデッキになっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、ということで試合の方を見ていきましょう。さあ、こちら後手。しっかりとコウモリから入れて、2、3と動いていけるハンドということで、キープはできるハンドですね。さあ、ただ相手赤単。赤単に対しては、やはり、基本的には除去を引いていきたい感じではあるんですが、現状除去は0枚ということで、中義の特目でしっかりと、一方を取っていけるかどうかが鍵になっていきそうですね。さて、相手はマナを伸ばす、選択をしてきている。やはりここはコウモリは出さずに、特目を構えていきますね。さあ、ただ相手、ゴドリックからの、即走。これでゴドリックは飛行がついていくと。ただここは、安全に、中義の特目で、即走を除去っていくことができますね。さあ、ただ残り11点。ここは、結構展開的にはきついですが、一旦ここは、A ガンジを構えていく形ですね。ゴドリックはとりあえず除去っておきたいということで。さあ、相手残り1枚は火力ですね。さあ、トークンは除去られていくのですが、相手はもう反動全部使い切っていて、で、ゴドリックもしっかりと除去っていける、状況ではありますね。ただ残り9点まで。コウモリ出して特目構えですね、ここは。コウモリが生き残ってくれれば、ライフを、回復していくことはできるんですが、さあ、一旦特目を出していく。相手はインスタントは引いてないですね。熊野。これはワンチャン、全然まくれる可能性はありますね。さあ、ここ、メシラランドで、ライフを回復するか、もしくは、中義の特目を置いて、コウモリをでかくしていくかという択なんですが、ここは、特目の選択をしましたね。さあ、これで相手はコウモリを除去ることができなければ、どんどんとライフを、回復されていくんですが、さあ、あかん。飛行クロックをでかくしていく。さあ、相手はもうフェニックスしか殴れない状況。さあ、ここはどうしていくか。ミスラランドで殴ってもいいですが、これは特目2枚目を置きますかね。ゲインしていけるんで、で、タフネスが4まで育つと、相手も、火力でこれもう落とすことができなくなるので、大体もう勝ってるんじゃないかなと。お、いいの引いてますね。さあ、おそらく、唯一の5点火力を、相手はトップから引いている。さあ、残り4点ではあるんですが、これミシュラランドで殴りそうですが、どうですかね。ちょっと4点はかなり危ないので、詰めるだけ詰めて、ライフも2点ゲインして、で、1体ブロッカーを立たせていく、という形が良さそうですが、ただここは、単体で殴っていく判断。ただこれだと、2点以上の火力を引かれた場合、負けてしまいますね。さあ、この判断が、吉と出るか、京と出るか。相手の、トップ次第ですね、これは。地上の速攻グリッチャーは止めることができるんですが、
ミシラランド。これは勝ち確ですね。うん。さあ、赤段相手。まあメインを、1本取れたのはかなりでかいですね。まあここはミシラランドまで起動してフルパンで、勝ちですね。でまあ一応、まあこの映画上でね、コウモリをリアニメートすることもできるということで、まあコウモリの使い回しがね、やはり、かなり強いですね。ここで投了と。GG。さあ、サイドボーディング。まあ軽量除去は全部入れていくでしょう。うん。結構サイドには、軽量除去が、多めに取られているということで、でまあ基本的に赤単に対しては、邪悪を打ち砕くは、はい、当たらないので、全部抜いていきますね。まあ、あとはやや、動き出しが遅いカードを抜いていきたいという感じですが、うん、まあ、映画上とかも枚数は減らしていきそうかなと。お、映画上4枚。なるほど。いや、太陽効果を入れて映画上1枚抜いて。さあ、1本目勝って2試合目。黒マナがない。ちょっとこれキープしづらいですが、お、キープしていく。まあ、ややリスキーなハンドではあるんですけど、まあ、黒マナを一つでもね、引くことができれば、しっかりと回すことができるということで、まあ、後手ということもあって、キープしていきましたね。さあ、ただここは平地。まあ、ただ3マナ目なんで、まあ、一応婚礼の発表までは出すことができますね。さあ、相手は熊野から、黒マナを引かないですね。さあ、相手、まあ、33が走ってきた場合は、きついんですが、さあ、ただここは即走。まあ、ただ即走もブロックはできないですね。さらに相手インスタントタイミングで止まってきてるんで、まあ、はい。巨海の怒り。さあ、一気に6点は入っていくんですが、まあ、相手ダブマリもしてるということで、ハンドは残り1枚。沼が欲しいですね、これは。ちょっとさすがに、ハンドがね、もう真っ黒なんで、黒い土地を引かないと、まあ自己負けする可能性も全然これはありますね。さあ、相手は圧巻。いや、結構厳しいか。次のターンあたり、黒い土地を引かないとだいぶきつそうですね。さあ、6点。残り7点まで。お、待望の沼がようやく来ましたね。まあ、ここはもう沼を置くので、まあ、土地を捨てて、まあ、中底をしていくと。さて、ただ、まあ、沼1枚だけということで、1ターンに1枚しか除去を使うことができないですね。さあ、相手は圧巻。これ結構厳しいですが、どうだろう。一応ゲインもできるから、なんとかなりそうか。さあ、相手から動いてくるので、残り4で3点までしか受けれなくて、ゲインしない。熊野の裏側って人間じゃなかったでしたっけ。人間だったら、ゲイン3点火力って、なんとか耐えれてはいましたね。まあちょっと、まあ黒マナを引くのが遅すぎたという感じですね。さあ、沼1枚。これはダブマリですね。さあ、ダブマリでなんとかキープはしていくんですが、これは、ちょっと難しそうなハンドですね。まあ一応回復手段が2枚あるハンドということで、まあ引き次第ではという感じではあるんですが、さあまずはコウモリを出していく。さあ手札チェックから、これは溶鉱炉を抜きそうですね。溶鉱炉はまあ出ちゃうとかなりきついので、ただまあ結局相手は除去も持っているということで、まあ時間の問題ではありますね。さあここは溶鉱炉を抜いていく。まあなんとかゲイン除去を使いながら展開をしていきたいという感じはあるんですが、まあいかんせんダブマリのため、
なかなかハンドが、ハンド枚数がね、少ないというのがちょっとネックですね。さて、追加の除去を引いていく。除去を引くのはいいんですが、相手がその、クリーチャーを展開してくれる。いや、ここは、打たない方がいいですね。お、打つか。相手が巨海の怒りを持っていた場合、即走に打つと、回避されてしまうということで、ここは圧巻に打っていく。相手もね、これ、スペルを明らかに持ってそうな動きなんで、さあ、1点通って残り22点まで、はい。ここは第2メインで、フェニックスのヒナ。速攻クリーチャーを第2メインで出してくるっていうことは、そういうことですね。さあ、とりあえず、コウモリは殴って、切り崩しを構えながら修繕を唱えていくと。リアニメと、赤マナがないうちに、即走を除去っていく。さて、修繕を出しているので、2枚目の陽光炉。これですよね。こうなると、相手がこっちを削り切る前に、こっちが倒しきらないといけないんですが。さて、ミスラランド起動して殴っていきはするんですが、何かしらのカードが欲しいですね。次のターンからは相手は、劇場を構えることができるということで、もしくはもう、劇場を打ってくる可能性も全然ありますね。コウモリを除去って、陽光炉出し直しとかも全然あり得るかなと。ただここは構えてくる。お、いいの引いてくる。これは、劇場を打たせてからドレッドを出したいですね。相手おそらく、コウモリか、ミセラランドに劇場を打ってくると思うので。さあ、ここはミセラランドに打っていく。ただこれで、相手は5点火力を使ってしまったので、ドレッドが生き残る可能性が、かなり高くなっていきますね。なんだかんだ赤タンに対しては、ドレッドがかなり強力ということで。さあ、ここはミセラランドを起動。相手が火力を持ってたとしても、これは3-1をブロックしそうですね。火力があるのであれば、火力は使わせてしまいたいので。で、相手の動きからして、はい。これはおそらく3ターン目の即走が殴ってきた時からずっと持ってたやつですね。さあ、巨海の怒りと相打ちであれば全然 OK でしょう。そして、満を持してドレッドを出していくと。こうなるとね、相手も、また5点火力を引いてこないといけないため、かなり、こっちが有利な。はい。ここで投了と。GG。さあ、ということでやっていきます。こちら後手。これをキープしていきましょう。コウモリ連打でもいいですし、コウモリからの、修繕もできるハンドですね。さあ、これはラクドスか、もしくはボロスか。まずは、タップインを処理していく。おそらくこれは、ボロス招集ですね。さあ、カンから、ルーティング。一旦コウモリで、次のターン、手札を確認していきましょう。さあ、手札を見ていきましょう。はい。これは完全にこっちですね。ただ、コウモリだとね、1C も止めることができないので、何かしらのカードを引いていく必要がありますね。相手はもう11を4体、展開できる状態。もうメインで打っていく。こうなると、もう残りハンドが1枚だけということで、コウモリを使っていきましょう。ミネックス。ただ、こっちもね、ちょっと土地だらけのため、
はい。まあ相手も一応並べているだけの状態ではあるんですが、これコウモリは一旦ブロックしていいですね。修繕を、まあおそらく次のターン使っていくので、まあ後々リアニメートしていきましょう。さあ除去を引いていく。ただ、こういった展開に対してはピン除去は弱いですね。さあまずは映画城。まあ土地を捨てながら、コウモリリアニメートができるという、まあ展開になりますね。さあ相手はルーティングしてきそうですが、うん。さあミレックスを捨てて、カードを1枚引いていく。さて、これは、いやー、これ相手土地臭いな。まあ、もしくは、いや、土地っぽいですね、これ。さあ、コウモリ出てくるんですが、なるほど。これはラッキーですね。さあ、なんとか、カードを抜くことに成功して、で、相手これ除去がない状況で、ドレッドが着地するんで、まあ、結構こちらが有利な展開ではありますね。ただ相手側も、これ一気に攻め込むことができるんで、ただここでどうしようと。GG。さあ、サイドボーディングしていきましょう。とりあえず全除去は1枚入れて、ピン除去はね、ちょっとあんまり、あれなんですけど、まあただ、入れた方がマシではありますね。で、基本的にこういったデッキに対しては、邪悪を打ち砕くがあんまり効かないんで、打ち砕くは抜いて、どうするかな。結構抜くの悩ましいですね。労働者は抜いてもいい気はしますが、まあ、この中だと労働者が筆頭かな。土地26。で、あとは、まあちょっと重たいところを、2枚抜いていく形でいいかなと。これでいきましょう。さあ、1歩目勝手に試合目。まあこれは割と良さそうですね。軽量除去2枚あって、3ターン目の行動も決まっていると。さて、相手は山からスタート。構えてくるのであれば、まあ、11瞬足ですね。まあ、こちらも構えていきましょう。はい。まあ、これは、忠義の特目で一方を取れる可能性があるんで、まあ、召集はちょっとあれですけど。さあ、ここは、そのまま殴ってくる。まあ、これはブロックしていきましょう。まあ、何かしらの、スペルは持っていそうな感じですが。さあ、除去を持ってる。劇場。なるほど。まあ、劇場をここに使ってくる分には全然 OK かなと。ということで、まあ、まずは一旦、展開を優先させていきましょう。まあ、もう忠義の特目で全体強化まで見えてる、展開ということで。さあ、相手はネズミ。はい。これはね、一気に打点が上がりますね。まあ、1体は相打ち取っていくんですが、さあ、一気に9点通って残り9点まで。まあ、除去はネズミに打っておきたい感じはありますね。4年はまあ、置いてて OK なんで。一旦メインで切り崩しを、ネズミに打っておきますか。さあ、そして、さらに覗く目を構えていく。まあもう11点食らってはいるんですけど、展開的にはそんなに悪くはないですね。さあ、相手残り反動2枚。これはスルーでいいでしょう。で、芋でに除去を打っていく。まあこれ別に打たなくてもいい感じではあるんですけど。さあ、残り7点。メインミレックス。ということは、3体に、はい、分裂していく。
さて、お、ドレッドいいですね。これはまあドレッド出しそうですけど、相手にそのイモネーン持たれてたら、あ、ギリギリいけるか？ 6 点は確定するんですけど、ブロックできるようにしていった方がいいかな。まあ次のターンはドレッドは確定ですが、さあこのターンに死ななければという感じ。何もなさそうかな。いや、除去持ってるかこれ。はい、劇場打っていく。これはドレッドが生き残るんで、まあありがたいですね、逆に。さあ、相手ミレックスがあるんで、4体殴ってくるんですけど、ペインランドで1点もらって、大丈夫ですね。うん。速攻クリーチャーを引かれなければ大丈夫のはずですね。残り3点になって、2体はブロックできて、残り、1点までは削られる。うん。速攻クリーチャー以外だったら大丈夫ですね。さあ、3点殴って、起き上がっていく。このターン死ななければ、まあ大体いけるでしょう。さあ、2点ライフルーズで残り13点。何か対処手段を引いているのかどうか。まあおそらく、5点火力を引く可能性はもうかなり低いので。さて、これアーティファクトの方をブロックした方が良かったですね。いや、どっちにしろあれか。はい。作られて、まあ即解体。ただ、もう3点あれば、おそらく大丈夫じゃないかなと。まあ、イモデーンだけはあれですけど、ドローまで行った方がいいかな。2体でアタックして、で、婚礼の発表出して、ドローで2点ゲイン。で、除去も構えていくと。さあ、これで残り5点。イモデーンだけは、まあ死ぬんですけど、まあそこだけですね。ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。